こんにちは、清水です。今日は症状筆行プロコース3じゃなくって症状筆行プロコースプラスの第3回課題の解説動画となります。で、症状の方がこちらになりますね。ちょっと前行きましょう。支部は4行なんですけれども、受者が3行あります。で、こちら、証明が入った場合、そして、何部、この章がどの部門なのかということと、あとこの受者が何に所属しているかという、4つ、1、2、3、4つのパーツがある場合の組み合わせになります。で、あとはね、主文は4行。で、増者は2行なのでそんなに難しくないです。やっぱりポイントはここになります。で、ここをどういう風に配置したりとか、あと書き出し位置ですね。なるかというのを中心に解説をしていきたいなと思います。そして、こちらがね、催事の部になります。で、前回同様に印字されているだけです。お手本ではないので、自分でバランスを考えたりして書く必要があります。で、この中から何文字かちょっとピックアップして解説をしていきたいなと思います。それではよろしくお願いします。はい、それでは解説をしていきます。今回は、主文が4、受者が3、増者が2、4、3、2の症状になります。A3 縦書きですね。で、これ症状筆行プロコース2の学習の手引き、ちょっとこれ古いバージョンなんですけど、これの端末に付属しているレイアウト集にも同じパターン載ってます。なので、そのまま数字入れてもらっても構わないし、実はね、少しね、アレンジしてるんですよ。左右の幅とかで、あとこっちの幅とか変えてます。ちょっとその辺の違いも見てください。どちらでやっても正解です。ただ僕は今回はちょっとあえて変えてみました。それを頭に入れておいてください。とね、やっぱ考えなきゃいけないところはこちらですね。受者の部分になりますので、こちらちょっと中心に解説をしていきます。で、こちらの症状なんですけれども、主文を見てもらうとわかるんですけれども、この福祉作品コンクールというものの標語の部の佳作になります。本文にね、こちらコンクールの名前書いてあるんで、こちらに書く必要はないんですけれども、時々こちらにも書いてある時もあります。例えば、福祉作品コンクールと書かれている場合は、本文の方、主文の方に本コンクールにおいてとか、そういう形になりますね。重ねて、こういう名詞を2つ入れることはあまりないので、そういう風になるかと思います。今回は中文に書いてあるので、こちらは省略してるんですけれども、標語の部というので部門が書いてあります。で、佳作なんですけれども、標語の部の佳作なので、本来は標語の部はここに入るはずなんです。なので4行になることも考えられます。で、実際4行の症状もたくさんあります。ですが、見た目的にやっぱりね、4行ってね、すごく幅を取っちゃうんですね。それを避けるために、あえて佳作の下に持ってきてます。で、さっき言ったように順番的には、標語の部が前なので、標語の部、佳作って書かれることもあります。実際そういうこともあるんですけれども、バランスですよね。バランス的に文字数が少ないので、2つしかないので、上に大きい文字を持ってきて、下に小さい4文字を持ってきている。それでバランスをとっています。で、仮にご依頼主に、やっぱり標語の部は先につけてくださいと言われたら、その通りにします。ですけど、こういう書き方もありますよということで提案して OK もらったら僕はこっちの方がいいのかなと思っています。それはね、その時の状況によりますね。はい。では実際は、文字の大きさとかちょっと書き出し位置を説明すると、佳作2文字しかありません。2文字しかないので、こちら、お名前、受者のお名前と同じ幅にしています。これ仮に4文字5文字あった場合は、少し幅狭めた方がいいです。18にしたりとか、ごめんなさい。ちょっと見えなかった。これ同じなんですけれども、仮にこちら文字数が多い場合は、18だったりとか、16だったりとか、少し狭めた方がいいかと思います。文字数が多いとね、さすがに標語の部と1行で並べるというのは難しくなってきますけどね。
はい。でも一応それを頭に入れておいてください。で、書き出し位置はだいたい5ミリ下げ。で、標語の部だけじゃなくて、長い名前だったりとかするとあんまり下に行き過ぎても格好悪いので、その時は上揃えちゃってもいいです。この主文とね、主文の意思を揃えちゃっても、ちょっと下に。はい、主文の意思を揃えてしまっても構いません。はい。で、この佳作と標語の部はセンターは揃えてます。で、ここ少しね、隙間開けた方がいいでしょう。はい。次に、お名前の受者名の、こちら、所属ですね。で、今回は、この、小学校の名前が来ています。基本的には、所属と表題は揃えた方がバランスが良くなります。で、仮に、これ今ここまで済んでますけれども、もっと長くなっちゃった場合、名前よりも上で終わらせなければいけないので、その時は仕方がないので、揃わなくて上に行っちゃってもいいです。無理に揃える必要はありません。揃うことが可能であれば揃えると思っていてください。あんまりギッツギツに詰め込む必要はないということです。はい。で、次ちょっと下に見ると、5年って書いてありますよね。で、5年って書いてある場合は、所属の一部分だと思ってください。これね、第5学年になった時は、肩書きだと思ってください。で、肩書きということは、お名前の上につくってこと。なんとかかんとか小学校を第何学年っていうことです。はい。で、受者なんですけど、受者は110ミリで OK です。はい。以上がこの症状の最大のポイント、受者の書き方になります。あとね、そんなに難しいところはないと思うんですよ。もしわかんないことがあったらね、また質問してください。はい。それでは最初の部いきます。はい。最初の部ですね。こちらも症状と同じように左の行からちょっと見ていきたいなと思います。まずはこの1。これやってみましょう。死は、この鍋蓋って言うんですけど、鍋蓋のこの横角、これ主角ですよね。主役の角になるので、長くします。極端に長く。で、金の部分の幅ですね。幅の部分なんですけれども、ここは、まっすぐだと思ってください。別にね、こういう書き方でも悪くはないんですけど、基本的にはまっすぐだと思ってください。太さありますよね。縦角も太さあります。で、中にね、入れすぎちゃうと狭すぎちゃう可能性があるんですよ。自分でコントロールできればいいんだけれども、基本的にはまっすぐだと思っておいた方が、僕は書きやすいんじゃないかなと思います。これが C。で、その下ってこの姉。これね、死と作りが同じなんですけれども、これやってみましょう。女編ですよね。女編とさっきの死が来ますよね。で、女編のポイントっていうのはここだと思うんですね。行ってから一回バウンドするようにターンしてます。くの字に。これが非常に難しいかなと思ってます。で、左払い来た後に、右に跳ね上げますよね。この時に筆の入り方です。筆の入り方、上から入れます。斜めにね、いつも通り45度で入れるよりも、こう45度入れて、こう行くよりも、この方が、字がシャープに見えます。作りの詩なんですけれども、さっきのね、四角の話ちょっとありましたけれども、あんまり長くすることできないですよね。なので若干短くなるのはちょっと頭に入れておいてください。でも、それでもこの幅、金よりも少し長くなるのは間違いありません。はい、それが姉です。そして下に行ってこの紙、これ言ってみます。
はい、紙ですね。紙、今回僕見てもらいたかったのが、この糸辺の書き方です。僕の書風、最初の1画目を左に出しました。2画目ではなくて。が特徴だと思ってください。で、こことここ平行でいいです。こことここね。で、右に跳ね上げるんだけど、それが、ここと平行ですね、上とね。この点々点の。で、点々点の下はね、ちょっと角度つけるんですよ。実際これがちっちゃくなるんで、勝手に角度つくんですけど、それがね、特徴的です。で、こっち宇治なんですけれども、宇治のこの縦角がね、このセンターライン、宇治の縦角の左側がセンターラインと重なるぐらいと思っていただければ、目印になるかなと思います。で、糸辺ちょっとついでに説明をすると、今ね、ちょうど僕は卒業証書の筆行のシーズンに入ってて、糸辺ね、よく書くんですけれども、その時、お名前で糸辺を書くときは、標準的な形で書いてます。点々点ではなくて。で、どういう形っていうと、僕はこういう形。で、こっから、真ん中、左、右。この書き方で書いてます。この時でも、やっぱり僕の書風を少し出してます。最初の1画目を左に出してます。2画目ではなくて。はい。こんな書き方をしています。これが紙。はい。こちら、黄色の木。これいきます。こういう横角多い字。いつも言うんですけれども、隙間ね、均等です。ちょっと小狭くなっちゃったんだけど、均等だと思ってください。で、均等にする、さらに下に、点々、ハの字が来ます。で、このスペースを取っとかなきゃいけないので、最初に上のパーツを書くときにある程度計算をしておかないと下詰まっちゃいます。それご注意ください。これも詰まってますよね。はい、それが黄色です。はい、下に行って、この黒、これいってみます。はい、黒ですね。まず黒、上、里って書いてあるんですけども、下、これ劣化、火のことを表してます。里を燃やしたら黒になったっていう意味。それはいいとして。こちら、まず隙間均等ですね、お決まりです。先ほどと一緒。で、問題はこの劣化、レンガの書き方です。で、基本は上揃えます。隙間均等、ちょっとここ狭いけど、均等だと思ってください。で、ここ、1画目と3画目が揃う。で、2つが少し上。だからこういう形になります。でね、結構左が、これもちょっと左、寄っちゃったんだけど、うまい具合に均等にするためには、このね、3つ目あるでしょ ?3 つ目の書き出し位置がこのセンターラインぐらいなんですよ。こっから斜めに出すとね、ちょうどいいんです。ここね。ちょっとそれ頭入れといてください。はい、それが黒の書き方。で、真ん中の行のこのこう、君、これ言ってみます。はい、こう、君ですね。は書いて、はむくんですね。それはいいとして、まずこの右払いなんですけども、これ点でも OK ね。点で止めちゃっても OK です。で、問題ここ。このターンする部分ですね。これをね、間違いではないんだけど、こう書かれる方多いです。で、書道的にも間違いではないです。で、普段書いても別に構いませんけど、一応筆行ということで考えると、二画に取られかねないので、やっぱりね、僕は一画でそのままターンした方がいいと思います。一応それ頭に入れておいてください。で、あとね、この
筆の入り方なんですけど、いつものね、止め、跳ね、払いみたいな、ドンって入れて、ドンってやると、かなりね、ちょっと重い線になっちゃうので、もうほんとね、スッて軽くでいいです。全然止めなくて。と思っていてください。はい。それがこうです。はい。で、こちら、教えるって字ですね。これ言ってみます。はい。今日教えるですね。辺と作り、だいたいね、1対1、同じぐらいの大きさだと思っていてください。でね、問題はね、これ、の文なんですけど、この書き方の左払いのポジション、左払いの書き出しの位置をちょっと見ていただきたいんですけども、この横角のほぼほぼセンターから出てます。要するに、活字的に書くとこういう感じになってくるんだけど、こうじゃないってことです。こういうこと。だいぶイメージ変わると思いません？この横角のセンターから出ていると思っていてください。それがね、今日教えるの書き方になってます。下に行って、この形、これ言ってみます。はい。形です。辺の方なんですけれども、辺はね、ここ少し開けた方がいいです。で、こっち側は普通でいいんだけど、で、問題はこの3作りですよね。食うような線。で、若干角度が、これ横を向いてて、だんだん縦になっていってます。そして書き出し位置なんですけど、少し2番目が内側に行ってますね。そして筆の入れ方です。筆の入れ方、上から入れてます。45度で普通こうやって45度でこう書きますよね。そのまんま同じように入れていただいて、そのまま左に抜くと、この筆の入り方になります。これが3作り、形の書き方です。で、この腹、これいきます。はい。腹ですね。僕の旧姓腹なんですけど、それはいいとして、腹は、このガンダレに対して中の、このパーツね、がセンターよりも右に来てます。あんまり右すぎてもダメなんだけど、僕は結構ね、右側に寄せ気味です。僕の書風は。そんで、全体的なその外形ですね。外の形でこうね、綺麗に三角になるようにしてます。そうするとバランスが取りやすいです、僕は。はい、それが腹です。で、一番右の行で、この記録の記ですね。これ言ってみます。はい。記録の記ですね。ごんべんと己なんですけれども、まずごんべんの書き方。ごんべんの書き方なんですが、三角になってます。で、少し斜め。こことここ接してるんですけども、少し斜め。で、中の2つの横角が少し内側入ってます。で、ここもちろん隙間とね。で、これ四角。この辺の四角だと思ってください。そしてね、ポイントがね、一番のポイント僕ここだと思ってるんですけど、これがね、できそうでできない。ここ。止めてないです。
スッて入れてるだけ。で、これ、催事の特徴、僕の書風っちゃ書風なんですけど、催事の特徴で、あんまり何でもかんでもドンって止めちゃうと、やっぱり字がね、重くなったりとか、ギッツギツになっちゃうんですよ。なので、無理にね、こういうことじゃないってこと。こうではなくて、こうですねってことですね。はい。そして、これも大事なポイントなんだけど、辺の右上がりの角度と作りの右上がりの角度は違います。辺のが強い。作りは右上がりの角度を弱めます。これもね、気をつけないと、ちょっとやっぱ歪んだ字になってしまいますので、ちょっと覚えておいてください。はい、ということで、以上で催事の解説終了となります。でね、最後にね、もう一個だけちょっと解説したいところはあります。それがね、こちらの名前ですね。ちょっとこれの書き方、ポイントをお伝えします。ではね、こちらの名前を書く欄についてちょっと解説をしたいと思います。解説ってことではないんですけども、コツ。で、一応ね、こちらも毛筆で書くように、僕、添削の時にこちらも毛筆で書いてねってことで注意書きしてるんですけれども、意味はごくごく単純で練習になるからです。やっぱり毛筆をたくさん持つ時間を持った方が字は上手になるのでやってみてください。で、記号日はいいとして、で、受講生番号を書きますよね。で、お名前、氏名と書くんですけども、まずお名前ですね。文字の書き方っていうよりも、その配置ですね。名前がありますよね。この欄がありますよね。どう書きます？で、僕いろいろな方、添削してますけども、上に寄っちゃってる方。例えば4文字だったら、ここにこうなってる方。下ってことはあんまないな。で、真ん中にこのくらいでちっちゃくなっちゃってる方とか、いろいろいらっしゃいます。でも原則としては、やっぱり均等に書くのがいいのかなと思います。で、そんなに何センチって測る必要はなくて、適当でいいですよ。ここセンターだけ通っといて、自分の頭の中、もしくは鉛筆で丸つけてもいいし、大体ね、均等とこんくらいかなと。で、鉛筆で丸つけたら、普通にというか、こうやって書いていってもらえればいいかなと思います。はい、次に住所ですね。で、住所。僕はね、千葉県の農村地なんで、住所短いので書きやすくていいんですけど、中には長い方もいらっしゃるかと思います。で、そういう時は、まず、3行書きにはしない方がいいですね。住所が長くても、2行書きには収めた方がいいですね。2行書きにするときはどうすればいいのかなって考えておくときに、やっぱり、最初に目印はつけておいた方がいいかなと思います。で、さっきと同じように、なんとか県、何々市みたいな。丸つけて、印つけておいてもいいし、別に下書きしちゃっても構いません。下書きは消しても消さなくてもどっちでもいいです。添削で出すだけなんでね。これもね、さっきの名前と同じように、上だけに固まっちゃったりとか、下に固まっちゃったりとかしないように、だいたい均等になるように、ちょっと配置してみてください。区切りのいいところで開業しちゃっていいです。例えば番地の前とか。開業した時に1行下げるっていう考え方もあるんですけど、例えばこっからマンションとかアパートの名前が始まるとした時に、1行下げることはあるんですけど、下げなくていいです。じゃあ実際は正式にはどうなのって話になるんですけど、宛名書きした時に、住所は揃えていいです。これね、微文字本とかによって変わってくるんですけど、僕たち筆行の世界では、一行下がるときは会社名とかが来るとき。会社の住所があって、次に会社名、部署名で名前だったりするじゃないですか。で、その時に、住所、会社名で一段下げて、さらに一段下げて部署名みたいな。その時に下げてます。文字の大きさも書いてますけどね。なので、住所が2行書きの場合は揃えちゃいます。
ただ一般はね、そんなに神経質になることないので、あくまで筆行の話だと思っていてください。はい。それがね、名前と住所の書き方になります。できれば、慣れておいた方がいいですね。で、僕が今、症状筆行をメインにやってるんですけども、筆行のプロになった駆け出しの頃って、ほとんど住所書きやってました。そういうこともありますんでね、普段からこういうちっちゃい文字に、苦手意識を持たないように、ちょっと書いてみてください。はい。以上で、症状筆行プロコースプラス第3回課題の解説を終了したいと思います。ではね、できたらどんどん添削送ってください。お待ちしてます。